皆さんこんにちは、激地です。今回はこのチャンネルで初めてスカイリムのモッド紹介をやっていきます。最近は動画やチャット GPT を参考にしながら過去の記憶も掘り起こして改めてスカイリムのモッド環境を一から構築しています。操作が複雑になりすぎないように意識しながらバニラの感覚を残したシンプルで遊びやすい構成を目指しています。モッドの数はまだ300個ほどで完成というよりは制作途中なんですが、かなり手応えのある環境にはなってきました。今回はその環境の中から特におすすめのモッドを一通りカテゴリーごとに紹介していきます。これからスカイリムのモッディングを始める人には導入の参考に、すでに環境を組んでいる人にも入れ忘れや掘り出し物の発見があるかもしれませんので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速見ていきましょう。ではまず最初にスカイリムの景観を改善するモッドでおすすめのものを見ていきます。一つ目は Nature of the Wildlands。スカイリムの森林の景観がリアルで美しいものに変わります。特に植生の密度が圧倒的で、そこに入る樹木のデザインとクオリティも素晴らしいです。森の中だけでなく通常のフィールドであったりシティツリーズでこのモッドで作られた木を街中に生やしてみてもとても見栄えが良くて迫力のある景観を演出してくれます。現実的でフォトリアルなビジュアルを目指す方には特におすすめのツリーモッドです。次はバナヘイムランドスケープ。地面や岩、氷、山と全面的に地形を作り変えた景観モッドです。このモッドの地面や岩の質感はとても綺麗で、パラダックスや PBR で生成してみるとさらに迫力が増します。スカイリム全土がこの景観で覆われていることに思った以上の美しさと荘厳さを感じることができて手放せなくなりました。続いてはフリークスフローラルフィールズ。華やかでデザイン性にも優れた比較的新しめの草モッドです。配置される草は多種多様でリアルに作られています。今までいくつか草モッドは試してきましたが、景観に長い時間見とれるほど美しいものはありませんでした。必須ではありませんが、先ほどのバナヘイムランドスケープの要件にもなっていて、この2つの組み合わせはリアルで壮大で本当に素晴らしいものになっています。ランドスケープモッド最後はノーザンローズ。スカイリム全体の主に道路と橋を作り変えるモッドではありますが、それ以外にちょっとした建物やトーテムも追加されます。置き換えられるメッシュとテクスチャは非常に質感が良くて、ゆっくり歩いて踏みしめながら眺めたくなるほどです。ただこのモッド他の景観モッドと組み合わせるとなると、その都度互換パッチが必要となります。では次に UI 周りを見ていきます。最初は TrueHUD。フォロワーや敵やボスの体力バーを追加したり、戦利品情報を追加したり、シャウトのクールダウンインジケーター、もろもろを追加する HUD です。このモッド自体のレイアウトやサイズの変更も行えますが、TrueHUD はプログラムのインターフェースとなる API が付属していますので、他のモッドがこの TrueHUD のデータを参照してデザインを変更したり拡張したりできるようになっています。なので HUD だけでなく戦闘オーバーホールモッドなどの必須要件となることが多いです。次は STB ウィジェッツ。プレイヤーの耐性、現在の装備、レベル、ゴールド、ゲーム内時間、所持重量といった細かい情報を表示するウィジェットです。またレイアウトの変更もできますので、全てを見ないにしても HUD のデザインを向上させるのに一役買っていますね。続いて HUI モダンスカイリムインターフェース。これはスカイリムの UI の完全なオーバーホールです。基本的な UI から HUD まで全てのデザインが変更されて別ゲーのように新鮮でかっこいいものに変わります。デザインは変わるものの操作方法はバニラと一緒なので UI の使い方で戸惑うことはないと思います。また他の多くの UI モッドとの互換性も高いので安心して使い続けられると思います。次はクイックルート IE。フォールアウトに慣れ親んだ方々はこれがないと物足りないと思います。戦利品をインベントリ画面を開かなくてもその場で回収できます。 UI のサイズとレイアウトは MCM で調整可能です。デフォルトだとかなり大きく感じるので調整した方がいいと思います。次はフローティングサブタイトルズ。 NPC の図上に会話の字幕を小さく表示します。これは日本語で使う場合は何でもいいので日本語用のフォントを用意する必要があります。詳細な導入方法はデータベースの方に記載されていますのでそちらでご確認ください。
UI 関連ラストは Show Player in Menu。インベントリを開いた時にプレイヤーを表示します。装備の変更時に特に便利なモッドだと思います。衣装の組み合わせなど考えるとき、いちいちインベントリを閉じて確認する必要がないので本当に助かりますね。ではここからは便利系のモッドを見ていきます。最初は ENB フレームジェネレーション。 ENB 環境のスカイリムではまず必須と言えるモッドだと思います。文字通りフレーム生成を実行してくれます。スカイリムは景観やリテクスチャやビジュアルを持っていくだけでなく ENB まで導入してしまうとものすごく重くなってしまいますが、この ENB フレームジェネレーションのおかげでどうにかまともにゲームをプレイできる状態にはなりました。たまにゴーストやちらつきは出てきますが、しっかり FPS を稼いでくれるので満足しています。次はフォトモード。フォールアウト4のモッドがスカイリムでも実現しています。スクショの撮影には必須のツールですね。多機能でありながら直感的で使いやすいインターフェースで重宝します。続いてはクイックライト SE。 例えがまたフォールアウトになってしまって申し訳ないですが、プレイヤーにピップライト的な光源を追加して任意に点灯できます。暗いところを簡単に明るくできる便利でしょうがないモッドです。ちなみに光源をよりリアルに見せるクイックライトパッチも導入すれば暗がりでの探索の雰囲気も向上します。ゲームパッドにもしっかり対応していて Xbox コントローラーでは A ボタン長押しで入り切りできます。次は D メニュー。時間を進めたり ESP からアイテムを引っ張り出せたり元の UI を調整したりといろんなことができるツールです。では便利系ラストはスムースカム。カメラの位置を好きなように調整できるモッドです。非常に便利ですが、位置から調整しようとすると気が狂いそうになるほど手間がかかるので、自分に合ったプリセットを探すことをお勧めします。いくつか個人的におすすめのプリセットを概要欄にリンクを貼っておきますので参考にしてください。ちなみにこのスムースカムには結構便利な機能があって、プリセットの切り替えはホットキーで循環できますが、それよりもカスタムオフセットの機能を使って一つのプリセットで距離を切り替えて使うのがとても便利です。オフセットの調整にはカスタムという項目が用意されていて、このカスタムではあらかじめ設定されているオフセットの内容を元にして大まかな距離を変更できるサブのプリセットを作成できます。このカスタムのオフセットはホットキーで切り替えできます。使い方としては元のオフセットが近めに設定されていれば、カスタムの方は遠めに設定して移動や探索、戦闘と場面ごとに見やすい方のオフセットに切り替えて使うと効果的で、プリセット自体を切り替えるよりスムーズです。それでは次はビジュアルを向上させるモッドを見ていきます。まずは定番中の定番ルクス。屋内の照明をリアル寄りにオーバーホールするモッドです。新しく光源から作り直して配置も最適化されています。ちゃんとシャドウを落とすライトも増やしているそうです。ただこのモッドを使うと屋内が極端に暗くなるところも出てきますので ENB やリシェードなどで何かしら調節する必要も出てくると思います。ただしっかり調整できれば屋内のビジュアルはぐっと向上するはずです。またルクスには建物外観の照明を改善するルクスオービスと屋外の街灯を追加するルクスビアもありますので、合わせて使うと一貫性が出てより効果的です。次はエンハンスドボリューメトリックライティング&シャドウズ。ボリューメトリックライティングの改善です。太陽の位置とボリューメトリックライティングを同期させて適切な光線の差し方と日陰の落とし方を実現します。特に日の出と日の入りの雰囲気がぐっと良くなりますので、ぜひ黄昏れてください。続いてはパーティクルパッチ。こちらは ENB 環境で効果的なモッドです。煙や霧、埃などのパーティクルが ENB のパーティクルファイアのカテゴリーに正しく反映されてない問題を修正します。導入して違いを見ると光の中を舞っている埃のリアリティがかなり向上しました。個人的にはハイライトがぶっ飛んだ回復のエフェクトとか修正されるかなと思いましたが、そちらの方はこのヒーリング VFX エディットと微妙な ENB の調整で修正できました。ではビジュアル関連ラストはインテグレイティッドフェイスライト。キャラクターの顔を照らしてくれる光源を追加します。自然には見えないですが、照明の当たり方でキャラクターの見栄えが全然変わるというのがよくわかります。では次にオーディオ関連のモッドです。
効果音や環境音の位置や距離感、リバーブなどをまとめて改善する場合、この3つ、イマーシブサウンドコンペティウム、オーディオオーバーホールフォースカイリム SE、アコースティックスペースインプローブメントフィックス、そしてこれに加えて互換パッチのオーディオオーバーホールイマーシブサウンズ、インテグレーションを導入しておけば十分だと思いました。この辺りを導入しておけば調整できるサウンドの項目も追加されて、音の距離感や反響音などまとめてクオリティの高いものに修正されるので没入感がぐっと上がります。あと面白いのはイマーシブサウンズコンペティウムで有効化される防具のサウンド、歩くたびにガチャガチャ鎧が擦れたりきしむ音が聞こえるようになります。このサウンドを出力するためには各装備モードのイマーシブサウンズコンペティウム用パッチが必要となります。次はヒールサウンド2025エディション。ヒールサウンドをハイクオリティに改善したもので、地面の状況、石畳やグラベル、草など歩く場所によって正確で高音質なサウンドを鳴らしてくれます。オリジナルのヒールサウンドはすでに公開停止となっていますので、今はこちらを使うしかないようです。オーディオ関連ラストはフィーメル・ヤング・イーガー。戦闘中の女性キャラクターのボイスを過輪で品のいいものに置き換えます。キャラクターボイスを手軽に置き換えるものがあまり見当たらなかったので、これはありがたかったです。では次に NPC の美化を見てみます。とにかく手っ取り早く女性 NPC を美化したい場合は美人シリーズがおすすめです。美人ウォーメイデン SE、美人 NPC、美人ワイブスと3種類ありますので全て導入しておけばフォロワーも含めたほとんどの女性 NPC が美化されます。他にボトックスなども試してみましたが、やはりこの美人シリーズが一番クオリティが高いと感じました。そして男性 NPC も美化する場合はパンドラブル NPCs を使ってください。主要な男性 NPC が総じてイケメンに変貌します。さらにイケメンにしたい場合は BNP メイルスキンも合わせて導入してみてください。肌の質感が向上して若々しく見えるようになります。あとはスカイサイトスキン2025などもあります。個人的にはこっちの方が威厳があって好きです。まあこの辺は好みの問題になってきますね。次はスカイリムの子供たちを美化するスカイチャイルド。バニラの顔はあまりにも不憫に感じたので美化元を探していたらいいものがありました。ただかなりスッキリしすぎる感じもあるのでこちらの RS チルドレンオーバーホールもお試しください。こっちの方がバニラに近い感じで自然に見えると思いますが、このモッド子供の衣装も変更するのでゲームの途中で導入すると男の子が上半身裸になる可能性があるのでご注意ください。ではここからアーマーモッドを見ていきます。今回はバニラアーマーを大規模に拡張するモッドを紹介します。センチネル1エクイプメントオーバーホールはバニラの鎧のテクスチャとメッシュを置き換えた複数のバリアントを追加します。一応バニラそのまんまのアーマーも残されているようですが、ほぼ異なるタイプの鎧が出てきます。例えば鉄の兜で見てみると同じ性能であっても見た目が異なるデザインの兜がスポンするようになります。これらの装備はスカイパッチャーで配布されて各派閥の兵士などが着るようになります。バニラの貧相な鎧より迫力があってかっこいいですね。ちなみにこのセンチネルではソンズ・オブ・スカイリムやスチールアーマー&ウェポンリテクスチャー SE で使われているメッシュとテクスチャーを流用して改変したもので、バニラ装備自体のリメッシュ、リテクスチャーは行われていません。モッド導入後はめったに見ることはないですが、バニラ装備もリテクスチャーする場合はザビオ氏のリテクスチャー SE シリーズも導入してください。これでセンチネルとの親和性が高まります。ではここからはアニメーションを見ていきます。まずはトゥルーディレクショナルムーブメント、360度移動とカメラのロック解除、ターゲットロックを追加と3人称視点で遊ぶなら必須のモッドです。ぜひ導入しておいてください。次はバナーガンドアニメーション2。バニラの不格好な歩行とランニングのアニメーションを改善します。この辺のアニメーションモッドは以前から色々試していましたが、このバナーガンドアニメーション2のアニメーションが一番自然で躍動感もあって素晴らしいと思いました。次はイマーシブインタラクションズ。ドアの開閉やルート、NPC との会話などプレイヤーのインタラクトに対してアニメーションを再生します。基本的な操作に正確なアニメーションが追加されることでゲームプレイの没入感を底上げする素晴らしいモッドです。
次はアニメーションとは少し違いますが、ぜひイマーシブインタラクションズと合わせて使っていただきたいベターサードパーソンセレクション。三人称視点でのクロスヘアによるアイテムの取得や会話のインタラクトの選択範囲が広がって、大まかにクロスヘアを合わせるだけでインタラクトできるようになります。バニラだと精密にクロスヘアを対象に合わせる必要がありましたが、このモッドではなんとなく合わせるだけで選択できます。これで拾いにくいアイテムを選択するとき、いちいち一人称視点に切り替えなくても大丈夫です。アニメーションラストはスカイパルクール V3。段差を登ったり柵を飛び越えたり屋根につかまってよじ登ったりといったパルクールが可能になります。以前はスカイクライムを使っていましたが、こちらの方が正確でスムーズだと思います。ぜひお試しください。それでは最後のカテゴリーは戦闘を改善するモッドを見ていきます。最初はバルハラコンバット。スタミナ管理の仕様変更やスタンゲージの追加、処刑システムなど戦闘システムをオーバーホールするモッドです。このモッドでは攻撃する際にスタミナを消費するようになります。攻撃がヒットするとスタミナが回復、ガードされたりもしくは空振り、パワーアタック使用時はそのままスタミナを消費します。ダークソウル的なスタミナ管理が必要で戦闘に緊張感が生まれますね。また新たにスタンゲージが実装されていて、攻撃をヒットさせたりジャストガードを決めることでこのスタンゲージを削っていきます。ゲージが0になるとスタンします。この時ホットキーを使って処刑することもできます。 MCM の設定でホットキーではなくスタン中攻撃を当てることで処刑を発動させる設定にも変更できます。次は戦闘アニメーションエルデンリム。エルデンリングのアニメーションをスカイリムで再現したものです。動かしてみた感じ、まんまエルデンリングで驚きました。武器を切り替えることでしっかり攻撃動作も変わります。これは面白いですね。こちらは MCO に加えて BFCO のバージョンもリリースされています。あと僕はスカイリムはゲームパッドで遊んでいますが、パッドの限られたボタンの数でもしっかり全ての攻撃アニメーションを再生できるので非常にありがたいです。次はフォーオーナーインスカイリム。フォーオーナーのアニメーションをスカイリムで再現したものです。武骨で安定感のあるしっかりしたアニメーションでかなりしっくりきます。攻撃パターンも回避切りやパリ、追撃などかなりバリエーションに富んでいて、方向キーとの組み合わせで全てのアクションが発動できます。そこまで派手さはないですが、しっかり地に足ついたアニメーションで個人的に一番のお気に入りです。 MCO 専用になりますが、一応 BFCO バージョンもあるようです。次はスカイリムコンボ AI レボリューション。 MCO や BFCO のコンボアニメーションをプレイヤーだけでなく NPC も使えるようにするモッドです。先ほどのエルデンリムやフォーオーナーインスカイリムといった専用のムーブセットを再生される場合はスカーに対応しているか、スカー用のムーブセットを別途導入する必要があります。プレイヤー専用のムーブセットのみを導入しても NPC には適用されませんのでご注意ください。ちなみにエルデンリムはスカーに対応しているのでそのままで NPC にも適用されますが、フォーオーナーインスカイリムは別途スカー用のモッドがあります。次はディスメンバーリングフレームワーク。四肢の切断を可能にするモッドです。このモッドでは単純に切断が可能になるだけでなく、切断時に特殊な演出も入るようになります。これでますますスカイリムの戦闘が楽しくなりますね。
続いてはネクストジェンディカピテーションズ。斬首を実行した際 NPC がヘルメットをかぶっていればヘルメットも一緒に吹き飛んでいきます。これは感動しました。フォールアウト4でもヘッドショットの際にはヘルメットが胴体に残ってしまってなんかもやっとしますが、スカイリムではすでにこの問題が改善されていたようですね。すごいですね。では今回ラストはダイナミックブロックヒット。ブロックのアニメーションを迫力のあるしっかりしたものに置き換えます。通常攻撃とパワーアタックそれぞれにブロックのアニメーションが設定されていますので没入感は凄まじいです。スカイリムがここまで進化しているとは正直驚きました。というわけで今回はスカイリムのおすすめモッドをカテゴリーごとに一通り紹介してみました。ご覧いただいたように現在のモッド環境は本当に多彩で遊び方も無限に広がります。初めての方もすでに環境を組んでいる方も何か一つでもこれ入れてみたいなと思えるモッドが見つかっていたら嬉しいです。僕自身まだまだ構築途中ではありますがスカイリムは何年経っても新しい発見がある素晴らしいゲームですし、今後もアップデートや新しいモッドが登場してさらに進化していくと思います。このチャンネルではできれば今後もスカイリムのモッド紹介や構築記録を動画にしていく予定ですので、もし参考になったり面白いと感じていただけたらぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。